数万年前の狩猟採集時代から人間の脳は家族の中での役割を無意識に求め続けているということをご存知でしょうか？実は子供の脳は父親との関わりが1日わずか15分でもその質によって劇的に発達することが分かっています。多くの働く父親が見落としがちなのが、完璧な父親像を目指すよりも等身大の自分らしさを見せることの方が子供の情緒安定や自己肯定感に良い影響を与えるという事実です。帰宅が遅くて疲れていて時には機嫌が悪い日もある。それでも大丈夫なんです。発達心理学や脳科学、さらには家族社会学の最新研究によると、父親の失敗を受け入れる姿勢や素直な感情表現が子供の回復力や人間関係の質にまでポジティブな影響を与えることが明らかになっています。ある調査では、完璧を装う父親よりも弱みを見せられる父親の方が子供との信頼関係が深いことも示されています。今日は忙しい毎日の中で時にはうまくいかない日もある等身大の父親だからこそできる習慣を10個ご紹介します。きっとこれなら自分にもできると思えるものが見つかるはずです。一緒に見ていきましょう。帰宅時にただいまと家族全員の名前を呼ぶ。疲れて帰ってきてそのまま無言でリビングに入る。そんな日もありますよね。実は私も週の半分くらいはそうなってしまうことがあります。ハーバード大学の研究では、家族メンバーが互いに名前を呼び合う頻度と家族の絆の強さに関連性があることが示されています。名前を呼ぶという行為は、相手の存在を認識し、大切にしているというメッセージになるのです。仕事で疲れているのに、そこまで気を使わないといけないのかと思われるかもしれません。完璧にやる必要はないんです。忘れる日があっても大丈夫。玄関で、ただいま。子供の名前、パートナーの名前、パパ帰ったよ。と声をかける。できない日は翌朝、おはよう。昨日は疲れてて挨拶できなくて、ごめんね。と言えばいいんです。その素直さこそが、子供に失敗しても謝ればいいという大切なことを教えます。この小さな習慣は、子供の自己肯定感の土台を作り、完璧でなくても誠実であることの価値を伝えます。スマホを見ながらでもいいから、子供の話に相槌を打つ。スマホを完全に手放して、子供と向き合いましょうとよく言われますよね。でも、正直それができない日もあります。仕事の連絡が気になる。そんな日だってありますよね。東京大学のある研究では、親の注意が 100% 子供に向いていなくても、適度な相槌や反応があれば、子供は聞いてもらえていると感じることが分かっています。完璧な傾聴よりも、継続的な小さな反応の方が関係性を保つのです。でもスマホ見ながらって、良い親じゃないって言われそう。その罪悪感、よくわかります。でも、無理して完璧を装うより、正直な方がいいんです。スマホを見ながらでも、そうなんだ。と相槌を打つ。そして時々、ちょっと待って、今の話、もう一回聞かせて。といえば、子供はパパは忙しくても、自分のことを気にかけてくれていると感じます。大事なのは、完璧な注意ではなく、継続的な関心なんです。この習慣は、子供に忙しくても、関心を持ち続けることの大切さと、完璧でなくても誠実であることを教えます。疲れた日は今日はパパ疲れてるから、明日ゆっくり聞くねと正直に言う。良い父親は、常に子供の話を聞くべきというプレッシャー、感じていませんか？でも、人間ですから、本当に疲れて何も聞けない日だってありますよね。スタンフォード大学のある研究では、親が自分の限界を正直に伝える家庭の子供の方が、感情認識力や境界線の理解が高いことが示されています。脳を適切に伝えることも、子供にとって重要な学びなのです。でも、子供を拒絶することになるんじゃ、という心配、よくわかります。子供をがっかりさせたくないですよね。でも実は、今日はパパ本当に疲れてて、ちゃんと聞いてあげられないから、明日の朝ゆっくり聞くね。約束するよ。と正直に言う方が、適当に聞き流すよりずっといいんです。そして翌朝、必ずその約束を守る。これが信頼を作ります。この習慣は、子供に自分の限界を認めること、約束を守ることの大切さ、正直であることの価値を教えます。子供が寝た後、今日はうまくできなかったなと反省してもいい。完璧な父親なんていません。子供にイライラしてしまった日、冷たい態度をとってしまった日、
そんな自分を責めていませんか？ハーバード大学のある研究では、親が自分の失敗を認め、修復しようとする姿勢が、子供の回復力や自己許容力を育てることが分かっています。完璧な親よりも、失敗から学ぶ親の方が、子供の心理的成長に良い影響を与えるのです。でも、弱い父親だと思われたくない。その気持ち、すごくよくわかります。強くありたいですよね。でも、翌朝、昨日はパパ、疲れててきつく言ってごめんね。本当はもっと優しくしたかったんだ。と素直に謝ることが、実は最も強い父親の姿なんです。子供は、失敗しても謝れば関係は修復できるという人生で、最も大切なことを学びます。この習慣は、子供に、失敗は終わりではない。謝罪の力、人間らしさの美しさを教えます。たまには今日は何もできなかったという日があってもいい。毎日何か特別なことをしなきゃ、と思っていませんか？でも、ただ家に帰って、ご飯を食べて、寝るだけの日があってもいいんです。オックスフォード大学のある研究では、日常の何もない時間を家族と共有することが、実は特別なイベントよりも、長期的な絆を強めることが示されています。一緒にいるだけで十分な価値があるのです。でも、子供と何もしないで寝るだけなんて、という罪悪感、ありますよね。良い父親として何かすべきだと思いますよね。実は、ただソファーで一緒にぼーっとテレビを見る、無言で隣に座っている。それだけで、子供はパパがいるという安心感を得ています。毎日特別である必要はありません。週末に公園に行けなくても、絵本を読めなくても、ただそこにいるだけで十分なんです。この習慣は、子供に、特別なことをしなくても価値がある、存在そのものが大切、という自己需要の基礎を教えます。子供の前でパパもわからないと素直に言う。子供に聞かれたこと、全部答えられますか？良い父親は、何でも知っているべきと思っていませんか？でも、わからないことだらけですよね。マサチューセッツ工科大学のある研究では、親がわからないと認める家庭の子供の方が、知的好奇心や学習意欲が高いことがわかっています。全知全能の親よりも、一緒に学ぶ親の方が、子供の成長を促すのです。でも、父親として頼りなく見えないか、という心配、ありますよね。尊敬されたいですよね。実は、パパもそれ知らないな。でも、面白そうだね。今度一緒に調べてみようか。と言える父親の方が、子供にとってずっとかっこいいんです。知らないことを認める勇気、それこそが本当の強さです。調べる約束を忘れても、ごめん、忘れてた。今週末やろと言えばいい。この習慣は、子供に、知らないことは恥ではない、学び続ける姿勢、完璧でないことの美しさを教えます。仕事の愚痴を少しだけ家族に話してもいい。家庭に仕事のストレスを持ち込んではいけないと思っていませんか？でも、毎日笑顔でいられるわけじゃないですよね。イェール大学のある研究では、父親が適度に自分の感情を家族と共有する家庭の子供は、感情認識力や共感力が高いことが示されています。完璧に明るい父親よりも、人間らしい感情を見せる父親の方が、子供の情緒的成長を促すのです。でも、子供に心配をかけたくない。その優しさ、すごくわかります。守りたいですよね。でも実は、う。今日はね、仕事でちょっと嫌なことがあって疲れちゃった。でも、家に帰ってきたら元気出たよ。と話すことで、子供は、感情を言葉にしていい。辛い時は人に話していい。という大切なことを学びます。ただし、詳しい内容や攻撃的な言葉は避けて、あくまで感情を共有する程度で、この習慣は、子供に感情を表現する勇気、弱みを見せる強さ、人間らしさの価値を教えます。週末の約束を守れなかった時、正直に謝る。今度の週末、公園行こうね、と約束したのに、仕事が入ってしまった。そんな経験ありませんか？罪悪感でいっぱいになりますよね。スタンフォード大学のある研究では、親が約束を破った後の対応の仕方が、子供の信頼感形成に大きく影響することが分かっています。約束を守れないこと自体よりも、その後の誠実な対応が重要なのです。でも、何度も約束を破ると信頼を失うんじゃ、その不安、よくわかります。良い父親でいたいですよね。実は、ごめんね、パパ仕事が入っちゃって、約束守れなかった。本当に悲しいし、申し訳ない。来週は必ず行こう。と正直に謝り、
次の約束を提示することで、子供は失敗しても誠実に向き合えば、関係は壊れないと学びます。そして来週、必ずその約束を守る。この繰り返しが信頼を作ります。この習慣は、子供に、失敗の修復方法、誠実さの価値、関係性の回復力を教えます。子供と遊べなかった日は、ごめんね、遊べなくてと素直に言う。毎日子供と遊んであげたいけど、現実には疲れていて無理な日もありますよね。そんな自分を責めていませんか？大阪大学のある研究では、親が自分の限界を認め、それを言葉にする家庭の子供は、自己受容力や現実的な期待値の設定がうまいことが示されています。無理をして機嫌悪く遊ぶよりも、正直に伝える方が良いのです。でも、子供をがっかりさせたくない。その愛情、すごくよくわかります。喜ばせたいですよね。でも、今日はパパ本当に疲れてて遊べなくてごめんね。明日の朝15分だけ一緒に遊ぼう。と正直に言う方が、無理して不機嫌に遊ぶよりずっといいんです。そして翌朝、たった15分でも約束を守る。量より質、そして誠実さです。この習慣は、子供に自分の限界を知ること、小さな約束の価値、量より質の大切さを教えます。完璧な父親じゃなくて、ごめんと思う必要はないと知る。最後に、最も大切なことをお伝えします。あなたはすでに十分頑張っています。完璧な父親なんて、この世界に一人もいません。ハーバード大学のある研究では、十分に良い親という概念が、子供の健全な成長に、最も重要であることが示されています。完璧を目指すよりも、失敗を認め、修復し、そして自分を許すことが、実は最も良い子育てなのです。でも、もっとちゃんとした父親にならねというプレッシャー、感じていますよね。もっと良い父親になりたいですよね。実は、そのもっと良くなりたいと思う気持ちがある時点で、あなたはすでに素晴らしい父親なんです。子供は完璧な父親を求めていません。失敗して、謝って、また挑戦する、そんな人間らしい父親を求めています。あなたのその等身大の姿が、子供にとって最高のお手本です。この習慣は、あなた自身に、自己受容、自己許容、そのままの価値を教え、それが子供にも伝わります。最後に、今日ご紹介した10の習慣、すべてに共通しているのは、完璧じゃなくていい、失敗してもいい、等身大でいいということです。遅い帰宅でも、疲れている日でも、時には子供に優しくできない日があっても、それでもあなたは十分良い父親です。大切なのは、失敗した後に、誠実に向き合うこと。子供は完璧な父親からではなく、失敗から学ぶ、父親から、人生で最も大切なことを学びます。このチャンネルでは、科学的根拠に基づいた、等身大の子育てのヒントをお届けしています。これなら自分にもできそうと思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、あなたのうまくいかなかった体験もコメント欄で教えてくださいね。それでは、今日も無理せず子育てライフを楽しんでくださいね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。